猫ちゃんを探して暗くて静かな古い家に入っていくゲームやるわよ。ヘッドホンで最高の体験をって書いてあるからホラーでしょこれ。30分あれば終わるホラーらしいわ。操作はシンプルでダッシュとライトがあるから余裕そうだね。それじゃあ始めます。事件番号16366、2012年11月11日。ポッキーの日？犬の日でしょ。って何の事件なの？人の情報が書かれてるだけでわからん。クローズドってなってるし解決済み。やればわかる感じかな。わからないままでも猫ちゃんに会えればそれだけで良芸よ。謎空間。不気味な空ね。ムーディーな色だから嫌いじゃないよ。カメラ揺れるの止められたっけ？あ、コンフィグに入れないや。慣れればいいわね。進みましょう。ちょっとの段差は乗り越えられるのいいね。普通よね。普通のありがたみを知るべきだよ。鳥の声は聞こえるけど見当たらないや。というか木しかない。猫ちゃん出るまでカットしてよ。無理だぞ。なんでよ。なんでだろうな。あの木がゴールで合ってる。告白スポットみたいね。この距離を歩いてきてくれる時点で成功するでしょそれ。お、後ろから袋でもかぶせられた。なんでそんな物騒な発想なのよ。いやこれ穴に落ちた感じ。死ぬ高さじゃない。普通の道に見えてたから巧妙に隠された落とし穴だったのかな。まあ登れないし進む。少し暗いわ。外が明るかったから余計に暗く感じるね。適宜明るくするぞ。ありがとう。もしかして迷路か？ただの曲がり角だし迷路じゃないでしょ。動きが軽快だから迷路でもいいかなって思ってる。あら珍しいわね。どんどん下っていくけど地上に戻る話ではない。猫ちゃんを見つける話だもの。冒頭で見た事件について知っていく話だと思うけどな。どちらにしても進むしかないでしょ。歩きましょう。戻る道もないしね。おしゃれ空間。どこがおしゃれなのよ。全部の柱に目もあるな。何かが存在し、そして変化する。自然界のすべてのものがそうであるように、すべては変わるが君が予想するような変わり方ではない。神には君のための計画がある。それは痛みを伴う。これは11月1日です。自分宛ての手紙に日付を書くことを始めなければならない。振り返ることで自分をもう少し理解できるかもしれない。計画通りにことを終わらせたい。変わりたいのになぜか違う行動をとってしまう。変わるだろう。彼のことは気にしない。従おう。私にはそれができる。指示通りに最後までやり遂げてください。今回は自分を疑わないでください。書かれた通りに行動してください。もしうまくいかないなら、変えて、また試してください。自己啓発的なお話？他のメモは音楽のユニット名が書かれてるわね。人の名前じゃないの？多分7つの大罪だぞ。ほえー、やっぱりおしゃれ空間だったんだね。7つの大罪っておしゃれなの？じゃあ進む。今猫ちゃんの声がしなかった？猫かはわからないけど足音じゃない音はしたね。見つけてあげなきゃね。また下りか。滑り台になってればアトラクションとして良さそう。何今の？赤かったのだけは分かったわ。ここが箱庭で外から干渉されてるとか？敵が何かというか敵なのかもわからないわね。3分岐したから迷路探索していく。これモザイクは必要ない？何に見えたのよ。お、挨拶。普段どんな生活を送ってるのよ。いやホラゲーではキルとハックは挨拶なんだよ。それ本当？割とマジ。まっすぐが正解ルートだったね。これ入るべき？また声がしたわ。曲がれとか入れって時に泣いてくれてるのかな？姿が見たいわね。何の部屋なんだろう？雰囲気が独房ね。家具と絵はお高そうだよ。ほらマッサージチェアもあるし。彼女に対して何も感じていない。これはいいことなのか悪いことなのか？多分俺は感情の起伏がないんだ。出会いがあれば別れもある。気にすることはない。何も感じたくない。とにかく行動してなんとかうまくいかせる。家主のテキスト？彼女さんとはうまくいってない感じかしら。うまくやれてるホラゲーほとんどないから普通だね。嫌な世界ね。あ、別ボイス。入れないが？曲がるってことなんじゃない？肯定してくれたわ。ならあえてまっすぐ行くよ。なんでよ。何かあるっしょ。彼がやった？彼女にはそれがふさわしかったってあるわね。当然の報いだ的な話？何かすごくこじれた関係にありそうね。風景変わらないから長く感じる。よかったわね。変わったわよ。電光掲示板？本当になんだろう。緑色の目をした猫ちゃんに見られてるってことかしら。大きな化け物に囚われてるのかも。大きな猫ちゃんに遊ばれてるのかもしれないわね。サイコホラーならありえる。
また開かないや。鍵がかかってるとも言われないし、ドアデザインの壁紙なのかもね。どこで売ってるのよそんなの。お、やったぜ。進んでるのか戻ってるのか分かんなくなってきたわ。進んではいるんだろうけど何してるのか分かってないや。見たことあるなこの部屋。レイアウトが同じなだけよね。彼を見ていると一緒にいてもしょうがないなと思う。できるだけ早くここから出ていこう。他に選択肢はないと思います。ちなみに今日は結構いい日でした。社会的な交流が足りない気がするけどゆっくりでいいのです。これに使う紙を減らしたい。お金がないって言ってるわけじゃないけどなんか気持ち的に良くない。お互いに不満を持ってる男女の話。これ反響音なのか犬の声なのか。犬も可愛くていいわよね。私獣じゃないんで。普通に可愛がるって発想ないの？ラスボス戦前の西部部屋みたいだ。ピンとこないわ。耳のケアをしなきゃ。なんかちょっと気になる。何かあるの？思ったよりずっと難しいけど同時に思ったよりずっと簡単だった。すべてがうまくいくことを心から願っています。なぜかというとあまり時間がないから。これを達成できなければ私は死んだも同然です。自殺願望や絶望感は特に感じていませんが現実的には非常に悪い状況です。グッドナイト。メモの人は対話できた感じなのかしら。別れ際のメモに見えたけどどうだろうね。で、このどこまでもドアは何か謎解きが必要あるのかな？無限に続くのかしら。ドアの間隔は狭まってるや。地味に変化はあるのね。あれ？戻ってきた？方向感覚狂わされたの？まっすぐでそれはないよ。同じことを100回も繰り返したくはないけれどどうしても頭から離れない。もう一度書けば少しは楽になって進展があるかもしれないと思った。でもどこにも行き着かない。今日は気分が乗らなかった。日に日に辛く感じるけどきっと良くなるはず。正しいモラルに従って生きていればより悪くなる可能性は最小限になる。なんでみんなこんなに違うんだろう。あら久々。メモのお話は人とのズレに悩んでるみたいなことかしら。ズレも個性だと思うけどな。紙に日付を書いて後から振り返るってのも悩んでるからこそだったのかも。見返して改善するより忘れた方がいいこともあると思うけどな。迷路抜けたら森か。慣れてるでしょ。自由に動ける森は下手にカメラを動かさずにまっすぐ行くのが正解なことが多いよ。メモがあるかもだし探索しましょうよ。あるの？あるけど内容がないぞ。不具合？書く気力もなくなったってことでしょ。ああ、気分が乗らないとか書いてたもんね。ひたすらまっすぐで正解だったよ。さすがね。しゃがみがないからガレージには入れないや。普通に玄関からを試すのが最初でしょうに。うわっ、ウルサス。大きな鍋でも落とした？静かなところでの大きな音は心臓に悪いわ。セーブできたけどここからデス要素あるの？また地下か。そろそろ猫ちゃんに会いたいんだけど。不気味な空間には癒しが欲しいよね。2階もあるのか。地下とどっちから行くか悩むわね。この家は静かに私を殺しに来ている。クソ。キッチンなのか寝室なのかわからない部屋だ。広そうだし他も見て回りましょう。 2階は鍵がかかってるから1階から見ていくといいぞ。何の部屋？絵があるだけ？絵を飾るにしてもしまうにしても狭すぎじゃない？ルンバの収納に良さそう。ドアで引っかかりそうね。ガレージの車には乗れるかな？無理ぽいや。結構森の木は密集してたけど安全に走行できるのかしらね。田舎の車はぶつかり上等でしょ。あまりにも偏見が過ぎない？それじゃ地下へ。結構深いわね。 SCP-087 を経験してるから深くないよ。わかんないけど問題ないなら別にいいわ。通れない。何の隙間なのさ。締め切ると勝手に開くか開かなくなるからな。ほえー、なら扉いらなくない？割とちょろかったけど退屈ではあったよ。歩き回った割に鍵しか見つからなかったわね。目もあると思ったんだけどな。見逃してたら迷路なのが悪いってことで。2階へ。この階段割と危険だな。2階というか屋根裏部屋って感じだね。いらなくなった家具置き場って感じね。運んでくるの大変そう。ちょっと芸術的。地震が怖いわね。この家に入ってきた時に鳴った音はこの辺の家具が崩れた音だったとか？
崩れてるようには見えないわよ。じゃただのクソデカラプオンだったのか。何すればいいかわからないんだけど戻るべき？お、何の判定？机あったのか。汝は己を見つけたか？汝は悲しみの源を見つけたか？汝は命じられたことを果たしたか？汝は気分が良くなったか？これは終わりではない。汝が逃れようとした何かが汝を見つめているだろう。全問よくわからないけど、ここにはこのメモしかないなら他をもっと探索しなきゃいけないわね。答？いやこれは降りるわよ。バチのウルサス終わりだぞ。だよね。猫ちゃんは？声がしてただろ。一口ホラーとしては普通だったね。雰囲気は良かったし、スケアとかギミックが抑えめだったけど、最後の一発に全てをかけてる感じで良かったよ。静かな空間で大きな音出されたらドキッとしちゃったわ。定価350円だから皆さんも遊んでみてね。これもしかしてこの画面のまま終わらないの？8分ほっといても終わらんぞ。じゃあ終わろうか。次はちゃんと猫ちゃんが出てくるの持ってくるわね。クリアまで遊べるやつなら何でもいいよ。それじゃ寝ます。はい、おやすみなさい。かりんちゃんも一緒に寝るんだよ。嫌だけど、静かな空間で大きな音出してドキッとさせてあげるよ。望んでない方のドキドキなのよそれ。望んでるドキドキも体験させてあげるよ。考えてみたらそっちも望んでないわ。